はい、こんにちは、こんばんは。ともこのアトリエ YouTube チャンネルともこです。今日も占い配信をやっていきたいと思います。はい。で、占いなんですけど、いつも通りですね。こちらともこのアトリエ YouTube チャンネル登録していただいて、占いのお申し込みはチケット制を導入しておりますので、こちらのリンクからチケットの購入をお願いいたします。で、チケットは1枚300円、お時間を設定してなかった。じゃあはい、お時間10分程度ですね。タロットカードワンオラクル1枚引きであなたのお悩みに対してメッセージやアドバイスをお伝えしていきたいと思います。で、チケットを購入される際にはチケットの購入サイトの備考欄メモ欄にこの YouTube ライブでお名乗り予定のニックネームや、登録名を記載してチケットの購入確定するのを忘れないようにお願いいたします。で、その上でチケット購入されたらこちらのね、ライブのコメント欄にチケット購入済みです、〇〇です、占い希望ですみたいな感じでコメントをしていただきましたら、応募完了となります。チケットの購入を確認させていただいて占いに入っていくっていう流れでやりたいと思います。で、今日も、今日のライブ配信中3名様限定にはなるんですが、今日初めてねライブに遊びに来たよとか、なんだっけ、今までライブ見たことあったけど占い申し込んだことはなかったんだよっていう方に限り1回のみにはなるんですが、チケット購入なしでタロットカードワンオラクル1枚引き無料体験枠ご用意してますので、こちらの無料体験枠ご希望の方も同じようにこちらのともこのアトリエ YouTube チャンネル登録していただいて、初めてのお申し込みである旨、占い希望の旨合わせて、コメントしてください。こちらの無料体験枠は先着3名様になってますので、ご希望の方いらっしゃったらお早めに、はい、ご応募いただければと思います。はい。で、今日も占いね、やっていきたいと思いますよと。はい。というわけで、占い希望の方が現れるまでまた雑談して、占い希望の方がいたら占っていくっていう感じでね、やろうかなって思ってます。で、昨日はね、ちょうどお羊座の満月。はい、ゆりーさんこんばんは。こんばんは。はい、お羊座の満月だったので、お羊座の満月の過ごし方をお話ししたんですけど、今日の雑談はまた夢占いに戻って、まあ自分でできる夢占い、夢診断みたいな感じで、何かこう気になるね、夢、まあ夢の中で気になった象徴みたいなものを、まあ、紐解いていくことで、今のあなたの、まあ、心の状態、体の状態、あとは今直面してる悩みとか課題とか、まあ、そういうものに対するヒントを、まあ、知ることで、まあ、夢はね自分自身からのメッセージなので、まあ、それを知ることで、まあ、今直面している問題や課題対策取った方がいいことっていうアドバイスを受け取っていこうみたいな感じでやっていきたいと思います。まあ、夢占い夢診断のメニュー、私占いやってるんですけど、まあ、個人カウンセリングでは夢占い夢診断に特化した個人メニューは今はご用意してないんですけど、まあ、他のカウンセリングメニューと合わせて一緒に分析していったりっていうことは、まあ、やってるので、まあ、興味がある人はね個人カウンセリングも申し込んでみてください。まあこちらはあくまでも、ライブ中の占い希望の方が現れるまでの、はい、雑談という感じなので、まあ、ざっくりねお話できたらなと思います。で、今日は、まあ、いつも言ってるみたいに、まあ、夢はね無意識の自分、まあ、こうやって意識して起きてる私たちが気づかないことを、まあ、気づかないとか、まあ、スルーしちゃってる情報っていうのを人間の脳みそはたくさん受け取ってて、それをまあ整理整頓する時間がまあ夢の時間、寝てる時間
で寝てる時間に見えてくる夢っていうところで、その起きてるこのね潜在意識が覚醒してる状態ではスルーしちゃった情報なんだけど、これ実はあの自分にとって必要な情報じゃないみたいなことをね、夢っていう形で自分自身が見せてくれてる。そういうような、解釈で、夢は診断していくんですけど、毎回言ってますけど、今からお伝えする、その象徴は、こういうことをね、象徴とか、物とか出来事とか色とかね、そういうものはこういう解釈ができるよとかね、分析する時にこういう取っかかりで見ていくんだよっていうことをお伝えしますけど、必ずしもその何かが出てきたからそうだ、みんな全員そうだってことじゃなくて、あなたを取り巻く環境とか状況とかお悩みとかね、それによっても読み解き方変わってくるし、あとはその同じ夢、何かが出てくる夢、猫ちゃんが出てくる夢だとしても、みんな同じ解釈じゃなくて、楽しい猫ちゃんが出てくる夢なのか、怖い猫ちゃんが出てくる夢なのかっていう、そういう感じ方、あなたがその夢を見てどう思ったのか、どう感じたのかっていうところも結構夢の分析診断っていうところでは重要になってくるので、そこもね、自分の中で、織り交ぜながら、そういう夢見た時に解釈診断していくといいのかなと思いますね。で、前回というか今よりも前に夢の話した時は、色色が伝えてくる、メッセージと、あとはお花が伝えてくるメッセージみたいなのをお伝えしたんですけど、今日はちょうど、10月、ちょうど10月だんだん秋めいてくるといいなっていうことをね、あの踏まえて感じて秋の夢を見たら、それはどういうふうに解釈できるのか、どういうメッセージを自分が伝えてこようとしてる時に秋に関する夢を見るのかっていうのをお伝えしながら、はい、占い希望の方が現れるのを待とうかなと思ってます。で、占いはですね、占いのお申し込み、タロットカードで占いをやるんですけど、占いの申し込みはこちらのともこのアトリエ YouTube チャンネル登録していただいて、占いのお申し込みはチケット制導入しているので、こちらのリンクから、チケット購入サイトに飛んでもらって、チケット購入していただくっていう流れになってます。で、チケットは1枚300円でお時間10分程度、タロットカードワンオラクル1枚引きであなたのお悩みに必要なメッセージやアドバイス、解決法などをお伝えしていくっていう流れで、はい、やっておりますので、チケット購入サイトに飛んでいただいてチケットの購入をお願いします。で、その際に、チケット購入画面の備考欄、メモ欄にこの YouTube ライブでお名乗り予定のニックネームや登録名などを記載して購入確定するのを忘れないようにお願いいたします。で、チケット購入されたらチケット購入済みです、〇〇です、占い希望ですみたいな感じでコメントしていただけたら、はい、占い、チケットの購入確認して占いやっていきます。で、私は雑談と称して夢の話してますけど、占い優先になりますので、どしどし話しかけてもらって大丈夫です。で、あとは初めて、このライブに遊びに来たよとか、今までね、ライブ見たことあったんだけど、占いのお申し込みはしたことなかったんだよっていう方に限り1回のみにはなるんですが、チケット購入なしで無料でワンオラクル1枚引きの、占い体験できる無料体験枠3枠ご用意してますので、こちらは先着順になります。で、同じようにこちらのともこのアトリエ YouTube チャンネル登録してもらって、初めての、お申し込みである旨、占い希望の旨合わせてコメントしていただけましたら、先着順で3名様、はい、チケット購入なしで占い体験できますので、こちらもご希望の方いらっしゃったらね、はい、お申し込みいただければと思います。はい、では占い希望の方が現れるまで夢の話しようかなと思ってて、今日のテーマは秋に関する夢を見た時に、受け取るべきメッセージってどういうものがあるのみたいな話をねしようかなと思ってます。秋がね恋しいからもう10月でねそろそろ秋めいてほしいのに全然暑い。私福岡なんですけど、今日も最高気温30度超えたんじゃないかなっていう感じなんですよね。で、秋に関する夢を見た時っていうのは、秋って実りの季節じゃないですか。だから、秋に関する夢を見た時は、今までやってきたことが実を結ぶ、成果が出る、結果が出る、そういう、そういう
なんだ、サイン、を表してる。だから自分自身からのメッセージだから、あなたはこれまで頑張ってきたよね、もうすぐね、ゴールだよ、もうすぐね、受け取れるものがあるんだよって、だから頑張れよみたいな感じでこう自分がね、メッセージ伝えてきてくれてるっていう風に思ったらいいかなっていう風に思います。あとは、その秋って、四季、春夏秋冬の中では、割と穏やかな季節だと思うので、その人生、生活っていうのが、穏やかになってるよ、ゆったり過ごせてるねとか、ゆったり今してる時間だねみたいなことを表してたりするから、いい意味、にも捉えられるけど、逆に言ったら、そういう刺激が少ない、ちょっと保守的になってる、守りに入ってしまってるから、ちょっとあんまりこういろんな物事が展開しない、ちょっと停滞してるとかね、ちょっとなんだろう、ぼーっとしちゃってるとか、和やかな秋だなあ、気持ちいいなあって言って、あんまりこう前に進めるようなそういう、前進力みたいなのがちょっと今はないかなみたいな時に見たりする、可能性もあるかなっていう感じ。これもさっきも言ったけど、みんながみんな同じ意味、単一の意味で解釈できるわけじゃなくて、あなたの、状況とか環境とか、あとはその見た夢、どんな秋の夢、怖い秋の夢なのか、嬉しい秋の夢なのかってところでもまた解釈変わってくるので、ちょっとね、自分がもしそういう夢を見た時は、どういう雰囲気だったかなっていうところも合わせてね、受け取ってもらったらいいかなと思います。ただ、単純に秋っていうところの、秋が象徴する、意味合いとしては、その実りの季節っていうことで何か結果が出るとか、成果が出るとか、今までやってきたことが実を結ぶとか。あとは、穏やかな、季節だから、気持ちがゆったりしてたり、生活自体がゆったりしてたり、そういういい意味でのゆったりもあれば、ちょっと攻めが足りないんじゃない、守りに入りすぎてるんじゃないっていうメッセージだったりもするかなと思いますね。あとは、その秋っていう季節で、秋だなーって言って、それとともに例えば栗とか、リンゴとかブドウとか梨とか、いろんなね、作物が実を結ぶ時期で、だから本当にその秋で、ああ、実がなってんなみたいな、そういうのもこう印象に残るような夢だったりすると、特に恋愛をしてる人だったりすると、その恋愛が実を結ぶ、恋が成就する、っていうようなことをね、表せたり、そういうメッセージを言ってきてたりするかなっていうふうに思いますね。あとは、穏やかな関係みたいなことを表したりもするから、その関係性が安定していくとか、安定した関係を継続することができるとかね、そういうようなね、意味合いで受け取れるかなっていうふうに思いますね。ただ、さっきも言ったみたいに、そのあんまり発展性がないよとか、ちょっとこう、なんだ、守りに入りすぎちゃってるね、動きが少ないよみたいな風にも言ったから、例えば長いお付き合いとかをしてたりとかすると、ちょっとこうマンネリ気味で発展性がない、恋愛になっちゃってる、発展が見込めない状況になっちゃってるっていうこともあるから、それは見た夢の雰囲気とあなたの状況直面してる、なんだ、直面してる状況、も合わせてね、見てみるといいかなと思います。あとは、仕事面とかでも、同じように実を結ぶっていうところがあるから、その仕事において、頑張ってきたことがある方は、大きな成果、収穫っていうのを、得られる、そういうタイミングに来てるよって、これまで頑張ってきた、お仕事で頑張ってきたねって、それがちゃんと結果になってね、あなたのもとに、その結果がやってくるよみたいなこととしても受け取れるかなと思いますね。あとは、逆に同じ秋でも晩秋、秋の終わりから冬になっていくみたいな夢を見た場合は、例えばお仕事の観点で言うと、あなたの役目がもうそろそろ終わるよみたいなことを表していたりすることも、あるので、これも状況によっては、例えば今、頑張ってる仕事が終わりを迎えて、だんだん整理整頓手放しの季節に入っていく、そういうタイミングになっていくっていう人が、晩秋から冬にかけて、それがテーマになるような夢を見ることも、あるかなっていうふうに思いますね。あとは、それと同じ感じで、こう、秋のがこう近づいてる、ちょっとこう木枯らしが吹いてブルブルっとする、ああ、秋だなってこう思うっていう時は、そろそろこう何かあなたが直面してる物事が終わりを迎える、そういうことを表すタイミングでも見ることもあるので、これもさっきも言ったみたいに、こう実りの秋っていう感じのニュアンスの夢を見るのか、なんかもう物悲しいな、ね、枯葉が散って、季節が終わってもう寂しいなっていうも
思いを抱えながらの秋、によってやっぱり、見ている時のあなたの気持ちとか、その夢の全体の雰囲気によっても意味が違ってくるけど、そういうちょっと物悲しいとか枯葉が散ってて、なんか綺麗な紅葉とかじゃなくて、なんか寂しい、なんか誰もいないとか、そういう感じだったりすると、そのあなたが今頑張ってることなのか、何らかの関係性だったりとか、あなたがあなたを取り巻く何らかの関係性みたいなものが終わっていく。で、ちょっと悲しいな、寂しいなみたいなことが起きている、起ころうとしてる。そういう時に見たりもするっていうのが、秋に関する夢かなっていうふうに思いますね。で、そのさっきも、何回も言ってますけど、その単一のこの、秋なら秋の夢見たら全員が全員こう、そうってわけじゃないから、やっぱりあなた自身の状況とか、今もしかしたら悩みがある人だったら、今あなたが何に悩んでるのか、そういうことに対してやっぱりあなたがあなたに対して答えを出そうとか、アドバイスしてあげようとか、もっとこの今生きてる健在意識が活動しているこの時間帯をうまく過ごしていくためのメッセージを無意識の自分がね、伝えてきてくれてるのが夢だから、今もし直面している問題とか悩みとか、そういうものがあるんだったら、それに合った、解釈っていうのをしていくのがいいのかなっていうふうにね、思いますね。あとは、なんだっけ、何を言うとしたか忘れた。あとは、ちょっと忘れちゃった。そうそうそう。そういう自分に合った解釈をする必要があるよ。でも本当に忘れた。すいません。そういうわけで、そう思い出した。そういう自分に合った解釈をする必要があるっていうことと、今実際には特に悩みとか何かこれといってこの夢から何かメッセージを受け取るっていうのが難しい、その実りの秋、何かがうまくいくみたいなこと言われてるけど、ちょっとあんましピンとこないなみたいな状況の方だったりする場合は、夢日記って言って、その時印象に残った、今回秋だったら秋で、例えばそれが暖かそうな秋なのか、寂しそうな秋なのか、なんとかどういうことを感じたとか、なんかそういう、その夢の事細かなストーリーっていうのがめちゃめちゃ印象的だったら、それを書き留めておいてもいいんだけど、結構夢って、口頭無形な、あんまりストーリーに一貫性のない夢を見たりとか、場面転換が激しかったりして、なんかいろんな夢をたくさん見る、っていう場合も多分あると思うので、それをね、全部ストーリー仕立てに、論理的に書き留めていくのってちょっと難しかったりするから、今回の秋だったら秋で、その秋が気になった。で、その秋を感じたのって、例えばその木枯らしがピューッと吹いて秋だなって思ったとか、寒ブルブルって思ったから秋だと思ったのか、そのめちゃめちゃもみじとかイチョウの紅葉が綺麗で、めっちゃ秋の景色を見たから秋なのか、食欲の秋っていうのを感じたのかみたいな、そういう、ちょっとしたワードとかだけでもいいから、書き留めておくと、その時は自分はなんか秋でピンとくることないなと思ったとしても、もしあなたが何か悩みとか問題課題に直面した時に、そういえばあの夢こういう意味だったのかなって後から見えてくるってこともあるので、そのなんだっけ、夢日記つけて、自分自身の心と体、そしてあなたを取り巻く環境、シチュエーション、人間関係みたいなものを照らし合わせていく練習みたいなことをしていくと、その自分自身からのメッセージ、無意識の自分自身からのメッセージをね、うまく受け取れて、そしてそれを今私たちが起きて活動してるこの潜在意識の自分に反映させることができるのかなって、はい、思います。というわけで、今日の雑談は占い夢診断でテーマは秋について話しました。はい、というわけで、なんだっけ、今日もね、はい、ベラベラ話してますけど、占い募集してます。占い希望の方は、まずはこちらのともこのアトリエ YouTube チャンネル登録をお願いいたします。その上で、占いの申し込みはチケット制を導入しておりますので、こちらのリンクからチケット購入サイトに飛んでいただいて、チケットの購入をお願いいたします。で、チケットは1枚300円、お時間10分程度、タロットカードワンオラクル1枚引きで、あなたのお悩みに対してメッセージやアドバイスをお伝えさせていただきます。で、チケットを購入される際には、チケット購入画面の備考欄メモ欄に、この YouTube ライブでお名乗り予定の、ニックネームや登録名を入力して購入確定するのを忘れないようにお願いします。で、チケット購入されたらこちらのね、ライブのチャット欄で、チケット購入済みです、〇〇です、占い希望ですみたいな感じでコメントをしていただければ、はい、チケットの購入確認して、
占い入っていくっていう感じでやっていこうと思います。ゆりーさん、今日占っていただきたいのですが、うまく決済できないので少々お待ちください。あ、かしこまりました。じゃあゆりーさん、またちょっとできたら教えてください。で、そんな感じですね。ゆりーさん、うまくできない。なんかエラーとかになる感じかな。ちょっと待ってくださいよ。リンクが飛べないとかじゃなくて、ご自身の決済問題ってなんだかな、大丈夫かな。ちょっと飲み物を取ってこよう。よいしょ。よいしょ。はい、というわけで、占い希望の方がいれば占うしっていう感じで今やっておりますよと。さてさて。あ、忘れてた。で、今日も、ライブ終了後にこのライブを楽しんでくださっている皆様に向けて、今あなたに必要なメッセージ、アドバイスをオラクルカードからもお伝えしようと思ってますので、見る線で楽しんでくださっている方も、最後まで、はい、お楽しみいただければと思います。で、あとは、今週のライブの予定は、今日が終わりましたので、終わりまで、今日やってますので、今日とあとは、10月の11日土曜日のまた夜の6時ぐらいにやろうかなと思ってますけど、11日はもしかしたらちょっと時間が、今日もいつもより早いんですけど、ちょっと前後する可能性があるので、よかったらチャンネル登録と、なんだっけ、チャンネル登録と通知オンにして、はい、遊びに来てもらえたらいいかなと思います。ゆりーさん大丈夫かな？急にこう、さてさて、あら、なんか言ってる。どうしたんですか？ちょっと我が家猫がおりまして、なんかすごい泣いてる。どうしたの？はい。ご飯ですか？ご飯？のしのしのし。はい。ご飯食べるの？いい子だね。はい。うん。はい、ハミングバードさんよろしくお願いします。ゆりさん、スマホに大文あー、らららららら。スマホに大文字で Amazon アカウントを別のスマホにしたらログインできず決済進みません。本日何時まで配信予定ですか？一応あと30分くらいやる予定ですが、占い希望の方がいなかったら早めに終わるかもしれないです。のあちゃん、映るかな？のあちゃん。のあちゃん。ちょっとこんな感じで
横にいますので、もしかしたら画面揺らしたり乱入したりすることがあるかなと、はいはいはい、思いますので、ご了承いただければと思います。あら、寝るの。邪魔ね。はいはい。よいしょ。というわけで、占い希望の方は、まずはこちらのともこのアトリエ YouTube チャンネル登録をお願いいたします。はい、ハミングバードさんがチケット購入しましたということなので、ちょっと確認しますね。ちょっと待って。よいしょ。へいへいへい。はい。はいはい、ちょっと。はい、確認できましたので、ちょっと待ってね。ちょっとノアちゃんも。よいしょ。はい、ハミングバードさん占いますので、お悩みをいただいてもよろしいでしょうか。で、占みじゃないお悩みをいただいて、いただいてからタロットカードはシャッフルカードして、シャッフルカードですね、もうダメだ。シャッフルカットをしていきたいと思います。なんかよくわからんけど、言葉がおかしいね。よいしょ。で、ちょっとね、ここにね、ノアちゃんがいるので、あの飼い主が攻撃されたりする可能性がありますので、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ご了承いただければと思います。ハミングバードさんが理容師をしています。利用者しています。来年早々値上げをします。はい。理解していただきながら商売うまくいきますかってことですね。かしこまりました。ではちょっとタロットカードで見ていきたいと思います。ちょっとここにノアちゃんがいるので、ちょっとあんまり画面の外でシャッフルするので見にくいかもしれないです。はい。で、なんだっけ。で、一応タロットカードで見る未来っていうのが、今こちらのタイミングから、3ヶ月からマックス半年先までの未来ってことになるので、来年早々に値上げを予定されてるってことだから、来年のだいたい3月ぐらいまでの状況っていう感じになりますので、ちょっとそのタイミング的なところも理解していただいて見てもらえるといいかなっていうふうに思いますし、あとは、出た結果っていうのはそのままはっきりお伝えしますので、必ずしも、ご希望通りのメッセージアドバイス結果じゃないこともあるかなと思いますので、ネガティブかなって思われる時には、お伝えできるアドバイスはお伝えしていこうと思うんですけど、ちょっとあまりにもね自分と合わないなとか、ちょっとこう受け付けられないなっていうふうに感じられる場合は、ご自身でね受け止めたり受け流したりしながら、聞いてもらえると楽しめるのかなと思いますので、ご理解いただければと思います。よいしょ。ちょっとね、ノアちゃんがここにいるので、なかなかちょっと見にくいんですけど。はい。じゃあカードこれね。よいしょ。ちょっと、ノアちゃんにぶん殴られないようにしなきゃいけない。はい。というわけで、ハミングバードさんが来年早々値上げをね、しようと計画されていて、理解していただきながら商売うまくいくことができるのか、はい、カードに聞いてみたいと思います。カードの絵柄からまずは確認しましょう。ちょんちょん。はい。これはいいカードが出ましたね。カードの絵柄は戦車
っていうカードが正位置で出てきておりますので、来年早々、その値上げを予定しているよってことなんですけれども、割とその値上げっていうところは、なんだ、ハミングバードさんのお仕事をうまく後押ししてくれるっていうか、もしかするとその今まで、これまで値上げする前までっていうのは、今はその社会情勢的にも、物価高とかもあるし、その必要なことなんだと思うんですよね。だけどそれをその我慢して抑えて、お客様に配慮して、値上げしないって選択をしてこられてたかもしれないけど、値上げをすることでちゃんと価値が生まれるっていうか、安くて嬉しい人もいっぱいいるし、安いとありがたいって思ってくれるお客様もいっぱいいるけど、ちゃんと働いてるか、ちゃんとしたサービス、ちゃんとした働きをしてる人には、ちゃんとお金を払いたいって思ってる人もいっぱいいると思うんですよね。そういう風にやっぱりそのお客様の層とか、住み分けとかいろいろある、求めてるものお客様それぞれ違うから、その値上げをするっていう選択肢を選ぶことで、その今までのお客様との関係性も別にそんなに悪くなるってことが出てるわけじゃないんですけど、そこからプラスして何かこう後押しする、値上げが後押しになるっていう風に戦車のカードは来てくれてると思うので、もしかするとその値上げをしたなりの、価値とサービスを期待してハミングバードさんに、施術してもらいたいなっていうふうに思われる方、そういう層の方っていうのが、増える、可能性もあるんじゃないかな。値上げが、成功する、値上げをすることによってプラスアルファの、利益が得られる。その今はね、その物価高だからしょうがなく値上げしなくちゃやってらんないよみたいな気持ちで値上げする部分があるかもしれないけど、そこのマイナスを補填するための値上げじゃなくて、値上げをすることによってプラスアルファが生まれる、そういうイメージで取ってもらっていいんじゃないかなっていうふうに思います。だから、今お伝えした通り、その値上げをしたらそのお値段に見合ったサービスを期待して、ハミングバードさんのところにやってきてくださるお客様がきっと増える、増えるんじゃないかなっていうふうに思うから、だからその価格をもらうんだったら、自分はこういうサービスをしたいなとか、この価格に見合うサービスってきっとこういうふうにこうだ、私の中ではこうだっていうような理想をはっきり掲げて、それを目指して、それなりのそれをするための金額なんですよっていうのをちゃんとこう伝えるというか、ここまで露骨に言わなくてもいいかもしれないけど、そういうポリシーを持ってお仕事していくっていうのが大切かなと思いますね。最近よく値段上げないのと言われていたので、思い切って踏み切りました。そうそう。だから、ここまでやってくれてるんだったら、これくらいお支払いしたい。こんなに安くていいのって、逆に安くて嬉しい、安いから行きやすいっていう人もいれば、安いお値段、お手頃なお値段だと怪しいって怪しい、大丈夫なのかなってこう思っちゃう人も中にはいろんな価値観の人がいるから、で、そういう人って、ちょっと安すぎると怖いから、ちょっと避けようかしらって思ってらっしゃるような人が、しっかりしたお値段を払わせてくれるっていうことは、その分の素敵なサービス受けられるんだなっていう期待してくださるお客様が多分増えると思うので、そこを目指していって全然いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。勇気を出して行動する、前進していくってことが、仕事の、ポジティブな変化、ポジティブな前進につながっていくよっていう感じで出てきているので、結構、これ3月ぐらいまで、来年の3月ぐらいまでの、運気運勢っていう感じなんですけど、今思ってる目標、値上げしてこういう風に、お仕事が軌道に乗っていったらいいなとか、こういう売り上げを目標を達成したいなと思ってるのが、割とこう短期間で、その目標は達成されて、で、次のステップ、じゃあこっからどうしていくっていうことをこう考える、段階にまで、もしかしたら3月ぐらいまでに行くかもしれないので、なので、とりあえず値上げをするのは年明けてからなのかなっていうふうに思いますけど、この今残り2025年内にも、その大きなビジョンというか、このお値段に見合ったサービスっていうのは何だろう、自分が提供したいサービス、お客様に喜んでもらえるサービスって何だろうみたいなことをこう考えて理想を追求するハミングバードさんで、
いてもらえたらいいなと思いますね。より良いサービスができるようにしたいです。そうそう、やっぱりより良いサービスを提供していく、提供し続けていくっていうためには、ハミングバードさんも受け取るべきものはちゃんとしっかり受け取っていかないと、ハミングバードさん自身が倒れちゃったら、ハミングバードさん自身の生活が立ち行かなくなっちゃったら、そのハミングバードさんのサービスに期待してる人が来れなくなっちゃうからね。そのためにやっぱり、しっかりと頑張ってる人とか、自分のために何かしてくれた人に対しては、そのお礼を払いたい、そのお礼としての対価が、お金だったり、感謝の言葉だったり、口コミだったりすると思うので、それはしっかりこう誇りを持っていただいていっていいんじゃないかなって思いますね。はい、いいカードが出ました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい、というわけでこんな感じ。はい、ノアちゃんがこっち見てる、怖い。ノアちゃんがこっち見てる。はい。というわけでこんな感じで占いやってますよ。はい。よかった。いいカード出てよかった。はい、こちらこそありがとうございました。はい。こんな感じで占いやってます。占い希望の方は、まずはともこのアトリエ YouTube チャンネル登録をお願いいたします。その上で、ゆりさん、決済できないので次回の配信までに準備します。すみません。はい、いえいえ。もし何かお困りごと、なんかエラーので、こちらで解決できることがあるようだったら、ともこのアトリエの公式 LINE とかに、連絡もらったら、私の方で何か設定変えたりとかしてできるよってことがあれば、ご相談に乗らせていただくので、もし何かあれば連絡してください。はい。すいません。すいませんっていうか、はい。お気軽にお願いします。で、なんだっけ。そうそうそう。で、占い希望の方は、ともこのアトリエ YouTube チャンネル登録していただいて、占いの申し込み、チケット制導入してますので、こちらのリンクから、チケット購入サイトに飛んでください。チケット購入サイトに飛んでもらって、チケットは1枚300円でワンオラクルタロットカード1枚引きでお時間10分程度、はい、あなたのお悩みに対してメッセージ、アドバイスをお伝えさせていただきます。で、チケット購入サイトでは、メモ欄、備考欄にこの YouTube ライブでお名乗り予定のメッセージのやニックネームや、登録名を記載して購入確定するのを忘れないようにお願いいたします。はい。で、チケット購入されたら、チケット購入済みです、〇〇です、占い希望です、みたいな感じでコメントしていただきましたら、チケットの購入を確認して、占いに入っていくっていう流れです。で、今日は、初めてこのライブに遊びに来たよとか、ライブ見たことあったけど、占い申し込んだことないよっていう方は、1回のみにはなるんですけど、チケットの購入なしで無料で、タロットカードワンオラクル1枚引き体験枠ご用意してますので、ご希望の方いらっしゃいましたら3名様限定になるので、同じようにチャンネル登録していただいて、初めてのお申し込みである旨、占い希望の旨コメントしていただけましたら、コメント見つけ次第、はい、占い入っていくって形になってますので、ご希望の方いらっしゃったらお早めにコメントをいただければと思います。はい、というわけでこんな感じで占いをやっております。今日はノアちゃんが横にいるけどおとなしくしてます。チラチラ顔は映らない、ただの毛むくじゃらです。はいねすごい顔してる。どうしたと？眠い。はい、トゥインクルさんが初めてです。無料占いをお願いしますと言われています。ちょっとお名前が難しい。お名前が難しい。チリリン、ちょっと無理。すみません、はしょりました。トゥインクルさん占います。はい、お悩みいただいてから、タロットカードシャッフルカットしていきますので、お悩みをお願いいたします。はい、どうした。はい、ノアちゃんどうした。ちょっとね、ノアちゃんがね、なんかよくわからないんで、ちょっと画面が揺れたり、はい、飼い主が規制を上げるタイミングがあります。
はい、トゥインクルトゥインクルさんが休職中です。年内に就職できますか？よろしくお願いしますということですね。はい、ではタロットカードで見ていきたいと思います。ちょっと引き続きノアちゃんがここにいるので、ちょっと見にくい画角外でシャッフルします。休職中。はい。で、先ほどもお伝えしましたが、タロットカードで見れる未来は、今から3ヶ月からマックス半年先までの未来で、今回年内にってことなので、今年2025年内に、いいね、就職先見つかりそうかっていうところを見ていきたいと思います。で、タロットカードで出た結果、メッセージ、アドバイスっていうのは、出たままはっきりお伝えしますので、ご希望通りのメッセージ結果アドバイスじゃないこともねあるかなっていうふうに思いますので、そのあたりはご自身でね受け止めたり受け流したりして聞いてもらえると楽しめるのかなと思いますので、ご了承いただいてお楽しみいただければと思います。よいしょ。はい、ではトゥインクルトゥインクルさんが、年内に就職できそうかどうかっていうのをこちらのカードに聞いてみたいと思います。カードの絵柄から確認しましょう。まずはこちら、ジョンジョン。おい、これはどうかな。なんだっけ。タロットカードの絵柄はワンドの9っていうカードが、これは聖地で出てきておりますね。なのでどうかな、休職中なんですよね。そうね、ちょっとどっちかっていうと見つかる可能性はゼロではないけど、そのあなたが思ってる理想の職場とか、ここで働きたいなって思えるような、職場に出会うためには、それなりの準備っていうのがすごく必要、っていうのは言われているかなっていうふうに思います。なんとなく、こうなったらいいなとか、なんかいいところないかなみたいな感じで軽く考えてって言うと変だけど、ちょっと気軽な感じでいろいろどっかいいことないかなっていうみたいな感じで探しても、注意力が散漫になっちゃって、本当に自分が行きたいところとか、自分に合ってるお仕事とか、そういうところに、そういうところが見つからない可能性が高い。例えば合格もらったとしても、なんとなく、そこじゃなさそうだなとか、満足いかないなとか、ちょっと給料がなとかね、いろいろ不満が出てきちゃう可能性がある。だからこそ、きちんと自分がどういうお仕事をしたいのか、そのお仕事の内容もそうだし、どういう生活スタイルでお仕事をしていきたいのか、例えば在宅でお仕事がしたいとか、その週休2日がいい3日がいいとか、残業がない方がいいとか、いや逆にもっとバリバリ私は働きたいんですとかね、いろんな理想があると思うんですよね。でそれはその仕事の内容、業種、お給料だけじゃなくて、その人生生活っていうところで、どういうものを自分が求めてるのかっていうのをまずはちゃんと自分が知ること。で知った上で、えっとこんな理想を掲げても、こんな自分のにとって都合のいい職場ないよとか、自分の実力じゃこういう業種、こういうお仕事にはつけないよとか言って、その理想とは違う、ちょっとずれたところに目標を置いて、お仕事を探す。じゃなくて、ちゃんと自分のそのマックスのというか、本当に理想としている条件は何なのかっていうのをちゃんと自分で把握して、で、それのために必要な準備、勉強なのかもしれないし、何か練習する必要があるのかもしれないし、資格取ったりする必要があるのかもしれないし、資格はなくても、ある程度勉強していた方が、例えば新しい業界に進むんだったら、それが有利になりそうとかね。そのやったことない業界に飛び込みたいけどきっと無理だよじゃなくて、やってみたいと思うんだったら、今できる自分ができるだけの十分な備え、準備っていうのをしっかりやるっていう必要がある。で、それができれば、思ってる理想の、望ましい、職場、就職先っていうところを見つけるっていうことはできるんじゃないかな。なんで年内というとあと3ヶ月、あるかないかで、ちょっと年末に入ってくるとね、企業の方とかも動きが鈍くなってきたりするのかなっていうふうに思うので、年内っていうのを、トゥインクルトゥインクルさんが、
目標に定めるんだったら、じゃあその年内で自分が何をすべきなのか、その自己分析なのか、企業分析なのか、業界の調査なのか、あとは、いや、そこは終わってるから、じゃあどこにどういうふうに就職活動をしていくのかとか、どういうエージェントを使うのか使わないのかとかね、そういうところの計画っていうのをしっかり立てる、っていうのがすごく大切かなっていうふうに思いますね。何よりも準備っていうのはすごく言われて、いるかなって思いますね。なんで何も考えずにってことはないと思うけど、なんとなくとか、ここやったら受かるやろみたいな感じで、受験していく。それでももしかしたら内定はもらえるかもしれないけど、それだとちょっと不満足な結果になっちゃうかなっていう風に思いますので、望ましだし、逆に準備不足だと、もしかしたらここだったら受かるやろって思って受けたところも準備不足のままでいっちゃうと、何かね、普段しないようなミスしちゃったりとか、普段じゃ考えられない本当のトゥインクルトゥインクルさんの実力を伝えられずに、不合格を言い渡されてしまうっていうリスクもね、あるのかなっていうふうに思いますので、準備して、しっかり準備して、理想の職場を目指して、はい、動いていくっていうのが必要かなと、はい、思います。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい。基本的には、なかなか条件の合う仕事が見つからず心が折れそうでしたが、もう少し粘って探します。はい、そうですね。一応これって、この猫ちゃんってこの棒でね、これ棒をいっぱい立てて柵を作って、待ち構えてる猫ちゃんなんですよね。だからトゥインクルトゥインクルさんはちゃんと棒を立ててしっかり待ち構えてるってことは、準備はできてるんだと思うんですよね。しっかり準備してね、計画しないといけないよってことをお伝えしたけど、多分準備はできてる人だとは思うので、その準備を、きちんと、試験の場で発揮できるように、ちゃんと自分で準備不足だって思うんだったら、自分が準備不足だって思わないぐらいまで準備していくっていうのが大切だし、ある程度実力はついてるから、大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思うけど、でもやっぱり、それでも慎重に慎重に調べていくってことが大切かな。調べて準備して、試験対策を取る、企業分析をきちんとするなんていうのが大切かなと思います。はい、参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい、というわけでこんな感じでやっております。はい、というわけでこんな感じで占いをやっております。で、今が6時12分になるので、あと1人か2人くらいご希望の方がいらっしゃったら占うかなと思っておりますので、ご希望の方いらっしゃいましたら、ともこのアトリエ YouTube チャンネル登録していただいて、占いの申し込みチケット制導入してますので、こちらのリンクからチケット購入サイトに飛んでいただいてチケットの購入お願いします。チケットは1枚300円、お時間10分程度、タロットカード1オラクル1枚引きで、あなたのお悩みに対してメッセージやアドバイスをお伝えしていきます。ノアちゃんどこ行った。はい。で、なんだっけ。あと今日は残り2枠ですね。初めてのお申し込みの方、初めてこのライブに遊びに来たよっていう方、初めてじゃないや、見たことはあったけど、占いお申し込みしたことはなかったんだよっていう方に限り1回のみにはなるんですが、チケット購入なしでワンオラクル1枚引き無料体験枠ご用意してますので、ご希望の方いらっしゃったら、こちらも同じように、ともこのアトリエ YouTube チャンネル登録していただいて、はい、初めてのお申し込みである旨、占い希望の旨、コメントしていただければと思います。で、あとは今日は、一人くらいかな、占えても一人くらいかなと思いますので、ご希望の方いらっしゃったらコメントいただければと思います。で、占いが終わったらね、この動画を見てくださってる皆様に、カードからメッセージアドバイスをお伝えしていきたいと思いますよと。ちょっと飲み物を飲みます。なあちゃんはご飯食べてます。よいしょ。あともうちょっと待ってみて、いなそうだったらオラクルカードをね、
弾いて終わろうかなと思います。で、一応次回のライブは10月の11日土曜日の18時からを予定してますが、ちょっとお時間前後する可能性あります。で、また来週以降のライブの予定は11日の日にお伝えしようかな。今わかるかな。ちょっと今手帳がどっか遠くに行ってるんではい。来週以降の予定はまた来週じゃないや11日の日にお伝えしようと思います。一応YouTube チャンネルのコミュニティとか公式 LINE とかいろいろインスタグラムとかでお知らせもしてますので、よかったらそこら辺を見ていただけでもいいのかなと思います。さっさっさどうかな、いないかな。そしたらこちらの動画ライブを見てくださった皆さんに、今必要なメッセージアドバイスをオラクルカードからお伝えしていきたいと思います。よいしょ。今日はエンジェルアンサーズのカードを使ってこのライブをご覧くださっている皆様に必要なメッセージアドバイスをお伝えしていきたいと思います。よいしょ。これをお伝えして今日のライブは終わりにしようと思います。で、そうそう、いつもね雑談は夢の話をすることにしたんですよ。もう私の雑談のネタが切れるから夢の話だったらいろいろできるかなと思うし、皆さんにも役立つかなと思うので、ごめんなさいよ。やばい。事故だ。なんでちょっとそこら辺も楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。トゥインクルトゥイングさんありがとうございました。こちらこそ。よいしょ。そしたら今このライブを楽しんでくださっている皆様に必要なメッセージアドバイスをこちらのカードからもらっていきたいと思います。はい、まずはカードの絵柄から確認しましょう。じゃんじゃん。なんかすげえ。イエスってカードが出た。しかもイエスこれびっくりマークエクスクラメーションマークっていうのか。イエスびっくりマークただのイエスじゃなくて超イエスみたいな、超イエスかどうか知らんけど超イエスっていうカードが出てますので、いい感じですよ。この動画を今見てくださってる皆さん、神や。はい、イエスってカードが出てます。ちょっとエネルギーが溢れてます。はい。イエス、絶対にそうです。ブラボー。あなたの決断は正しいものです。これ以上他の選択肢を検討する必要はありません。何をすべきか分かっているのですから、計画に沿って前に進むべきです。あなたは自分の人間的成長と発展のために正しい選択をしました。ただし、決めたことのいくつかは真のチャレンジになるかもしれません。もし前方に立ちはだかる課題があなたの気力をくじいたり悲しくさせたりするなら、あくまでも人生を肯定し自己を愛するような形で計画を進めてください。天使たちに頼んで道のりの一歩ごとを共に歩んでもらいましょう。そして友達や家族にもためらわずサポートを求めてください。ということですね。なので今こちらの動画をね、ご覧いただいている方、何か悩みがあったり、これどうしたらいいのかなって迷ってることとかがある場合は、今あなたが信じるこれだっていうふうに思う道っていうのを進んでいただいたらいいのかなと思います。しかもイエスね、ただのイエスじゃないよ。ただにそうやねじゃなくて、絶対にそうですって言われてるから、そういうふうにその方向で進んでいくっていうことが今のあなたにぴったりの結論、なんじゃないかなっていうふうに思いますので、自分自身を信じて、そして、このカードも言われているように、自分一人では乗り越えられない結構ハードルが高いなとか、大丈夫かなって思うことがあるんだったら、周りを巻き込んでね、あなたの周りにはあなたのことを応援したいって思ってる人はたくさんいるし、あなたが周りの人に助けてサポートして応援してっていうふうに周りの人を頼ることで、その相手の人に迷惑かけてるとか、その相手の人を困らしちゃうんじゃないか、負担になっちゃうんじゃないかって思ってるんだったら、それはノーノーノーですよ。逆。なので、あなたに頼られることで、周りの人たちは自分が生きてることを実感する。あなたに頼られる私って、
こんなに価値があるんだって、逆にね、あなたから求められるサポートによって、周りの人は自己効力感、自己肯定感みたいなものが上がる、そういうサポートをあなたができるっていうことだから、もしね、困ってること、助けてほしいこと、悩んでることがあるんだったら、ちゃんと周りの人に助けを求める。そしてあなたが今やりたいと思ってる方向に対しては絶対にそうですっていう風にね、カードは伝えてくれていますので、その方向、その信念に向かってね、はい、前進していってもらったらいいのかなって、思います。いいカードが出てよかったな。はい。というわけで、今日も長いお時間、ライブをお楽しみいただきましてありがとうございました。次回の YouTube ライブは10月の11日18時ぐらいを予定しておりますので、ぜひぜひ皆さん予定が合いましたら遊びに来てください。はい。というわけで、今日も長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また遊びに来てください。じゃあね、バイビー。バイビーバイビー。